おはようございます。本日はお休みなので少しばかりゆっくり寝ていましたわよ。1週間の労働なんてこれぐらい寝ないと疲れが取れるわけないんですわ。今何時でしょう？ということで清々しい朝ですけれど、昨日は完全にフルキャンしてそのまま寝てしまったので、まずはシャワーを浴びないといけないですわ。とりあえずお腹も空いたので何か食べに行きたいですわね。とはいえいろいろ準備してたら飲食店も閉まっちゃう時間なんですけれど、今ものすごくうどんが食べたい。うどんが食べたいですわ。うどんが食べたい。チャンネル登録、高評価ですわ。ということで世界一美味しいうどんを作るために、まずは敵情視察から始めますわよ。最高の戦果を得るには下準備が欠かせないんですわ。パスワードが必要。文明の利器を使ってうどんの構成要素をしっかり調べていきますわ。なるほど。どうやらうどんはお家にもある基本的な材料だけでできそうですわね。いやでもコーンスターチってどなたです？まあうち子なら何でも代用できると思うので、一旦レシピに沿って進めてみましょうか。まずは濃度 10% の塩水を作るので、塩 30g とお水 270g をボウルにぶち込みますわ。これどう見ても計量カップに入れるのが正しいですわよね。ということでできた塩水を計量カップに移して、どうやら 60g と 240g で取り分けるらしいので、もう一つ計量カップを用意しますわ。塩水をかき回してると理科の実験を思い出しますわね。大変ですわ。レシピによるとどうやら中力粉が必要なようなんですけれど、お家に薄力粉と強力粉しかないですわ。まあ薄いのと強いのを混ぜれば中くらいになるでしょうし、一旦半分ずつ混ぜてみましょうか。こういうアレンジもお料理力には欠かせないんですわよ。薄力粉と強力粉を 250g ずつ入れて、合計 500g の中力粉もどきを生み出しますわ。さてここからうどんが生み出されていく工程ですわ。さっき取り分けた 240g の塩水を回しかけてって感じなんですけれど、取り分けた片割れの 60g の水はいつ使うんです？手順をよく見直したら、そもそもボウルに 60g 入っている状態で小麦粉を入れるようでしたわ。早速手順が崩壊し始めてますわね。60g の塩水も入れてしまって、混ぜ開始ですわ。髪の毛入ってましたわ。混ぜ。思ったよりテーブルに小麦粉が散らばりますわね、これ。PC ここにあるのまずいでしょ。スピーカーが小麦粉に侵食されてしまう。残った水も入れて、粉が回らなくなるまでかき混ぜていきますわ。うわー、これやばい。謎のクリーチャーを育て上げている感覚。めちゃくちゃ手にくっつきますわ、これ。半分ぐらい指に持っていかれてるのでは。2分ほどこねてたらなんかそれっぽくなったので、今度は袋に入れて寝かせる工程ですわ。ジッパー付き保存袋なんていう高級品は我が家にはないので、ビニール袋を二重にして10分ほど休ませておきますわよ。アレクサ、タイマー10分ですわ。1番目、10分のタイマーを開始します。ところで休ませるって何ですか？常温、冷蔵。レシピの先の工程を見ていたらですね、綿棒が我が家にないことに気がつきましたわ。どうしましょう。これがないと麺をしばくことができませんわ。お家に似たようなパイプ状の何かがないか探したんですけれど、それに近しいものは皆無ですわね。ということで急遽100均へ来ましたわ。あるとすればこの辺だと思うんですけれど、多分そこにないのでないですわね。別コーナーも探しましたけどやっぱりないですわ。棍棒みたいに太いうどんを作るしかないんでしょうか。それから店内を10分ほどさまようお嬢様。諦めかけたその時、綿棒の女神が微笑んだ。ついに見つけましたわ。これさえあればしっかりしたうどんを作れますわよ。早速お家に帰って続きですわ。タイマーセットしてたの完全に忘れてましたわ。ということで本日の綿棒役を務めてくださるのはこちら、突っ張り棒。取り付け幅135センチから200センチですわ。多少扱いにくいところはありますが、うどんこねには十分なスペックを秘めていますわ。とはいえ実は綿棒が登場するのはもう少し先でして、取り急ぎは寝かせていた生地を袋に入れ、これでもかというぐらい踏みまくりますわ。踏んで伸ばしては畳、また踏んで伸ばしては畳を繰り返すことで、コシしかない私好みの最強うどんに調教できますわよ。小さい袋だとベロベロに破れまくるので、40リットルぐらいある袋を2枚重ねにして踏んでいきますわ。ある程度踏んだら肉まんみたいに折りたたんで、二重窓の隙間に1時間放置したものをさらに踏み倒したら生地が完成しましたわ。なかなか良い感じに仕上がっていますわね。さてここにコーンスターチなる打ち粉をまぶすらしいのですが、ちょっとその方は存じ上げないので代わりに片栗粉をまぶしていきますわよ。というか打ち粉について調べてた時に発見したんですけれど、中力粉がない場合は強力粉と薄力粉の半々で良いらしいですわ。無意識に正解を選び取っていた私、やっぱりお料理の才能があるってことですのね。さてここからはいよいよ突っ張り棒でうどんをしばいていく時間ですけれど、
この時生地をしばきながら通話をしていた地元のお友達、ノラマンさんをご紹介しますわ。はじめまして、ノラマンと申します。今日はヌー様の異常行動の介抱をさせていただきます。どういう意味ですのそれ。まずは突っ張り棒で生地を伸ばしていくので、棒にラップを巻きつけますわよ。まな板を下に敷いて生地を縦に伸ばしていきますわ。生地を回転させながらいい感じの厚さになるまで伸ばして、まずそもそもどうして突っ張り棒で？今度は突っ張り棒に巻きつける形で長辺が45センチ程度になるまで伸ばしていくらしいですわ。それもまな板いらないのでは？確かにそうですわ。そしたらこれを三つ折りにしていくんですけれど、この形でどうやって三つ折りにするんですの？いやもうこれやるしかないですね。クレープみたいになってますけど、これ合ってます？そしたらこれをいよいよ切っていきますわ。包丁。あ、今から洗う感じですわね。どうしていつもマイナスからのスタートなんですか？いつも亀製麺で見ているような太さを意識しながら包丁で生地を切っていきますわ。いやしかしこれ意外とむっつい。下手に引いたり押したりしないで上から圧力をかける方が良いのかもしれませんわ。そばとかも上から刃を落としていく感じですよね。そうですわね。それを意識してやるとやりやすいのかも。まずは切る機械を自作するところからでは？そんなことしている間に生地が腐りますわよ。もしくは目の前のギターの弦を切ってそれで切っていくのは？確かに切れ味は良いかもしれないですけれど。ということでなんとなくそれっぽくなりましたわ。いや全然切れてないですけどね。仕方ないので手で裂いていって、ああもう結び目ができ始めて、段取りが悪すぎる。一人分ぐらいの量が取れたらくっつきにくくなるようにねじっていきましょう。割とそれっぽくなったのでは？顔つりまくってて笑う。温かいうどんと冷たいうどん、どっちにするんですか？単純なぶっかけうどんみたいなのも良いんですけれど、今回は温かい方ですわね。しっかり出汁を取った上で、我らが地元の秋田県が誇る万能つゆ、味道楽の里で味を作っていきますわ。味道楽、あれ最強ですよね。きりたんぽ鍋とかにも使われている神の調味料ですわね。秋田の誇りですよあれは。ということで全ての生地を切り終わりましたわ。いよいよ食べ物になる未来が見えてきて感動すら覚える。早速出汁兼具材となる鶏肉のセットアップをしていこうと思いますわよ。いよいよですね。ということでご用意いたしました。冷凍庫に眠っていた消費期限不明の胸肉ですわ。こちらを自然解凍していきますわよ。なるほど。じゃあその間に皿洗いですね。ああ、家事ができる方ってそういう思考回路なんですのね。私完全にだらけるつもりでいましたわ。そういうところですよヌー様。ということでこの汚いシンクをなんとかしていきますわ。てか鶏肉もボウルに張った水にぶち込んで解凍で良いのではと思ったんですけれど、お家にある2つのボウルがどちらもシンクに沈んでいる。そしてお水を出したらシンクが詰まってましたわ。だからなんで毎回マイナスからのスタートなんですか？ということで熱湯で強制解凍したらば、長ネギを斜めに切って鶏肉を茹でていくためのつゆを作りますわ。あれ、計量器はどこにありますの？ああ、ベッドの上にあった。それはだいぶおかしいですよ。味道楽の里1に対して水が6なので、味道楽が 40g に対してその辺に転がっていたペットボトルの水を 240g ですわ。いやこれだと 200g しか入っていないですけど、ここに臭み取りのおろし生姜を小さじ1/2ほど入れて、鶏肉が解凍できたっぽいのでちょうど良い大きさに切っていきますわよ。なんか中全然凍ってますけど、まあ茹でたら温まるでしょ。そしたらいよいよ火入れですわね。大丈夫ですか？鍋の周りに可燃物ないですか？可燃物チェック。よし、ごま油を入れて火をつけて油を全体に行き渡らせますわ。なんかめちゃくちゃ白い煙出てきましたけど大丈夫？あっぶな。あまりにバランス感覚が貧弱なのでフライパンに変えましたわ。改めてごま油でネギを炒めて、一旦トレーに移したら今度は鶏肉に色がつくまで炒めていきますわよ。火が通ったらここに水不足のつゆを入れて焼いたネギも戻していきますわ。そうしたら3分ほどこれを煮まくっていくんですけど、すでに良い匂いがしてきますわ。ネギと生姜だし、その匂いだけでご飯が食べられそうですね。そしたらいよいよ丹精込めて作った麺を茹でていきましょう。15分ぐらいかかるらしいですわね。最近のカメラは花火とかもめちゃくちゃ綺麗に撮れるらしいんですよ。へえ、すっごいですわね。私が撮ると間もなく花火写真下手くそ選手権開催ですわ。これ私が昔撮った花火の写真ですのよ。何ですかこの性能の低いブロッコリーみたいな写真は？ちなみにこんなのもありますわ。こっちはなんかその辺で溶接してる感じですよね。もしくは爆発で火事が起きてるかどっちかですわ。ということで茹で終わった麺を水で締めて再度温めたつゆをかけて完成ですわ。ついにできましたね。うどんなので消化も良いですし、いい食事だと思いますよ。
そうですわね。ご飯として完璧が過ぎますわ。早速いただいていきますわ。美味しいですわ。肉出しがしっかり出ていて最高ですし、味道楽のほのかな甘みが良いアクセントを出していますわね。素晴らしいですね。親鶏で出汁を取ったりすれば、旨味がもっと強くなりそうですね。きりたんぽとかはまさにそれですわよね。まあ普通の鶏肉でも十分出汁は出ますし、肉もそのまま食べられるので良いですね。ああ、鶏と味道楽の組み合わせ本当に最高。七味を入れるとなおのこと染みますわね。こんなんもう10杯ですわ。最高ですわ。いや本当にここ最近で作ったご飯の中でトップレベルで美味しい。和の味にはやっぱり日本酒も染みますわ。よかったですね。まあ、いろいろと不完全なことが起きてるんですけど、そもそもこのうどん突っ張り棒でこねてますしね。ちなみに夕方6時から始めて、今何時ですか？今、8ですね。11時半ですわ。 5時間半かかってるんですが、あまりの美味しさにつゆまで飲み干してしまいましたわ。ごちそうさまでした。大成功ですね。本当ですわね。ぬらまんさんもありがとうございました。いえいえ、それでは私はこの辺で。はい、おやすみなさいですわ。さて、私もお風呂に入って朝まで飲みなしですわね。この突っ張り棒をどうしましょう。何度で